ああ、明るいね。明るい。なるほどね。すごい明るいね、それ。明るいよね。明るい、めっちゃ明るい。すごくね、歩きやすくて。歩きやすくて。どこ感じるとこ。今回はオーライトの商品シーカー4プロの紹介です。いや、俺にはね、高級ライトになります。奮発して買いました。明るさは4600ルーメン。ではこんな感じでやっていきますね。まずは特徴、そして商品の説明、使い方、気がついたことや注意点、手にしてまだ日が浅いんですが、この数日で思ったことですね。ぶっちゃけこのライトを手にして思ったことは、明るさがね、目に行くライトなんですが、実際に手にしてみたらとても使いやすいライトだなと思いました。特に自分はこのダイヤルが気に入りましたね。はい、これはなんと最大4600ルーメンの懐中電灯になります。かなり強力な懐中電灯ですね。光が広がる、周りをね全体的に照らす感じのライトなんですが、光の距離も260メートルとかなり遠くまで照らしてくれるライトになります。広い範囲での探し物やね、農作物を荒らす野生動物などを探すには他のライトと比べたら、瞬時にね照らすことができるんじゃないかなと思います。あとは護身用ですね。熊よけに使えるのではないかと思います。フラッシュなどはかなり強力です。遭難などで自分の場所をね、ここだよって教えるにもいいですね。またこのライトは衝撃にも強く、1.5 メートルくらいの高さなら落としちゃっても大丈夫みたいですね。で、こいつはかなりの防水なんで、試しに水の中に入れてみました。間違って水没させても大丈夫なようですね。土砂降りでも全然いけそうですね。かなり水に強いライトですね。ではこの商品なんですけども、このシーカー4にはかっこいいホルスターがついてきます。で、このホルスターで充電できる感じです。充電はタイプ C。 オプションでライトのお尻にカチッとはまる磁気充電があります。自分はタイプ C でいいかなと思っています。ホルスターあった方がかっこいいし便利ですね。買った時にはね、この箱に入ってきます。 iPhone の箱並みに高級感があるんですよね。こういう感じで入っていたような気がします。で、中には本体とホルスターの他にちょっと分かりにくい説明書と、あとはホルスターの受け皿みたいなものですね。そうですね。壁などに設置できるんですね。裏はネジと両面テープですね。あとはサンキューって書いてますね。で、これはさっきの受け皿のネジですね、多分。あとは充電用のコードですね。オーライトって書いてあります。ぴったりです。以上ですかね。もうこれはね、使っちゃっているんですけども、使い始めはね、絶縁テープが中にありますんで、お尻を回してそれを取りますね。で、バッテリーが出てきます。バッテリーはこれですね。 3.6V の 5000mAh です。型式は21700ですね。後ろはマグネット式充電ができるタイプで、磁力があります。正面はこんな感じです。4個ついていますね。箱の裏面には、ターボは4600ルーメンから1200ルーメン、600ルーメン。ハイは1200ルーメンから600ルーメン、300ルーメン。ミディアムは300ルーメン。ローは50ルーメン。で、さらにムーンライトという5ルーメン。これが実際のムーンライトですが、これは地図を見たりするときに便利ですね。結構気に入っています。では使い方ですね。スイッチを押すとインジケーターが作動します。このライトはスイッチに充電と明るさのインジケーターがついています。ダイヤルを軽く回すとロック解除になり、バッテリー容量と明るさを表示します。右側のランプがバッテリーの容量で、左側が明るさのレベルですね。ボタンを押すとオンです。さらにダイヤルを回すと明るさがマックスまでいきます。反対に回すとだんだん暗くなっていきます。このくるくる回す無段階調光はかなり細かい調整ができるので、俺は好きですね。部屋の明かりを消します。これが一番弱いムーンライトですね。
今度はダイヤルをだんだん回して明るくしていきます。少しずつ明るくなっていくのが分かりますよね。光が強いと眩しい感じです。で、ボタンを押すとオフになります。消灯している時にホルスターに入れるとロックがかかります。外すとロックが解除になります。強い光の状態でホルスターに入れると明るさが600ルーメンまで下がります。オフの状態から1秒以上押すとムーンライトで点灯します。インジケーターが消えてから10秒何もしないと自動ロックになります。今のこの光の状態を記憶していて、消してまたつけるとその光の状態から始まります。で、スイッチを2回素早く押すとターボモードになって、もう一度2回押すと先ほどの記憶していた光レベルになります。で、今度はスイッチを3回素早く押すとストロボになります。ストロボはちょっと眩しいんで外でやりましたけども、普段使うってことはないとは思うんですけどもね。でもいざっつう時に使いたい時であれば3回押せばなるよっていうのを頭に入れとけばいいかなと思います。オンの状態でスイッチ長押し、これでね、光のレベルを素早く変えることができます。気がついたことと注意点ですが、まずは注意点ですね。ライトのレンズ部分に何かでかぶせちゃうと加熱しますので注意が必要です。自分は間違えて服にね、レンズ部分を当てちゃったら焦げてしまいました。気をつけてくださいね。今度は気がついたことですが、このライトは充電レベルが下がると光がね、マックスにならないようです。それを知らずに雪の降る夜道でなんかちょっと暗いな、光がマックスになんねえじゃんってことがありました。これと関係してんのかな、実はよくわかんないんですよね。それでもね、全然明るいライトで普段使う分には300から600ルーメンぐらいあれば大丈夫じゃないかなと思っています。4600ルーメンにすることはほぼないかなと思います。ただ周りを遠くまで見渡したい時には役に立つライトだと思います。ちなみに雪が降っている時はどうも雪がね、反射して光ってちょっと見づらい感じがしましたね。で、山奥の林も照らしてみましたが、これも手前の枝が反射して奥の方がちょっと暗く見えてしまいますね。でも普通のライトよりは奥が見えるし、照らす範囲も広いです。今のところはこんな感じですね。もしまた気がついたこととかありましたら動画にしたいと思います。とにかくね、使いやすいです。今回はオーライトのシーカー4プロでした。次はオーリア4を取り上げていこうと思います。ではまた。